オブリビオン、やっていこな。私の知ってるオブリビオンじゃないね。警察の要請で迷子になった女の子を探しに、過去に失踪事件があって廃校になった高校に行くホラーや、よくある設定だね。ストーリー重視の短編って書いとったから、サクッと遊ぼうや。それじゃ始める。受話器取ったっぽいから導入シーンかな。もしもし、こちら中央警察署です。どうされましたか？もしもしはぐれちゃって。ウエストブルック高校の近くです。彼女を見つけて。すみません奥さん。よく聞こえません。音が途切れています。奥さん。切ったああ、こりゃ電話じゃ無理だな。おいペラルタ。ウエストブルック高校の周りを見てきてくれ。ほな行こか。いや、まだぽい。ウエストブルック高校周辺で子供の失踪が急増、謎が深まる。過去2週間で、ウエストブルック高校周辺にて5名の生徒が行方不明になったと地元コミュニティは報告している。当局によると、その子供たちは痕跡も残さず、危険の兆候は一切なかったにもかかわらず、突如として消えたとのこと。住民の間では、これらの失踪事件が互いに関連しているのではないかと懸念されている。警察は大規模な調査を開始しているが、有力な手がかりは見つかっていない。学校と地元の警備関係者は事態を重く受け止め、警備体制を強化すると発表。生徒や保護者の間では事件の様々な憶測や噂が飛び交っているが、真相は依然として不明である。学校を取り巻く不安と恐怖は日に日に大きくなっており、住民は警戒を強めている。お、始まった。待ってくれ。電話の女性は行方不明の女の子をリって言ってたのか？言ってたか？途切れ通話だったから断片だけ聞こえた感じ。ああ、でもその名前の子は行方不明者リストに載ってないんだ。だがそこで行方がわからなくなっているのは確かだ。探してくれ。これは今探している子。最初に読んだ新聞で言ってた子たち。さあな、よく見えん。なんか本当に妙なとこだな。落ちてる紙調べられないし進んじゃおう。会話文が出てる時に調べられないだけで見れるぞ。見直してこい。鍵かかった音したんだけど。だよ鍵がかかってる。ね。外の手配書見たかった。くそい。何に対して？ルーカスも手配書見たかったんやろ。私たちの娘アリス・スノーはウエストブルック高校の校庭で遊んでいた際に姿を消しました。最後に見た人たちによると、アリスは校庭で遊んでいたそうです。見つけた方はご連絡ください。それだけか？ここで何が起きたんだ？探してるリってつく子がこの子だったりする？ま、終わりまでやればわかるよね。どんどん進んでいこな。校舎の左側と上の階は塞がれてていけないみたい。コンパクトな捜索になりそうやな。手がかりを探せ。一体ここで何が起きてるんだ？ E でチェック、F でライトだって。結構明るめやからないと思ってた。嬉しい。ライト持ってるなんてさすが探偵だね。これは動くのか？何に対しての発言？置いていかないで。連れて帰るよ。探してるガキが書いたものかはわからんで。血文字風だったしね。6桁のコードを探すみたい。南京錠に見えたけどハイテクロックなんやな。何が入ってるか楽しみだね。もしもし、ルーカス・ペラルタだ。ウエストブルック高校の中に閉じ込められてしまった。助けてくれ。うまくいくと思った俺がバカだったな。この机の上の機械で連絡取ろうとしたんか？別にここの設備使わなくても連絡手段持ってるんじゃないの？部屋でもないとこに机いっぱいあるけど何する場所なん？カードゲームとかでしょ。なんだろう。右上的に7枚集めるみたいやな。アイテム欄から読むメモかな？いろんなキーを押してみたけどわかんないからただのコレクトアイテムかな。見たら拾っていこな。視聴覚室？椅子の配置謎すぎるやろ。学生の悪ふざけとしては波だよ。アイテムもないし電気つけたりもできなくてやることわかんないから次の部屋行くね。壁が光ってただけの奇妙な部屋だったね。いっそ天井が光って欲しかったで。どうして？この写真、俺と家族だ。ハイパー見えんが？ライトつけてるから見えないのはあかねちゃんが悪いよ。ウルトラ見えんが？仕方ないな。4人家族なんやな。右の子の顔が血で汚れてるの気になるや。どれが主人公のルーカスなのかも気になるで。左下の子だと思って見てた。年齢わからんから右上のおとんかもしれんなぁと。まああそこに家族の絵があること自体が不気味なんだし、誰が誰かは気にしなくていいかな。主人公をピンポイントで狙われてる感あるわな。小さめの教室？
君は私を失ったけど、私はまだここにいる。私には肉体はないけど、魂はまだ痛む。何かが欠けて、痛みを感じて、まだここにいる。私は毎日消えていくけれど、一部は君と共にある。かつて私が過ごし、笑っていた世界はもうどこにもない。闇の中で、私は一人、君が全て終わったと思った時、私はまだ虚無の中に取り残されていた。私は今でも覚えています。でも誰にも私の声は届かない。お願い、私を忘れないで。私の魂には深い虚しさがある。痛みはずっと前から始まっていて、終わることはないのかもしれない。私を忘れないでください。消えてなんかいません。ただどこかに閉じ込められているだけです。誰の話や？今探してる子の話ではないよね。これは命を落とした子供たちの写真か？不気味でええやん。7人。最初の新聞での行方不明者は5人だったと思うけど。行方不明者と死者は別の話なんやろ。むむ。今のはなんだ？ミニオクや。行け。近いところから見ていかないとどこ調べたかわかんなくなるから後でね。ならとっとと探索や。今すぐここから出るべき。ほな行こう。妙な声したけど何もしてこないなら散らばったもの調べられるかもだし探索続行。なんもなかったな。何の部屋だったのかもわかんなかったけど、ここ本当に学校なの？本があったから図書室やろ。ドア外されとるやん。入りやすくてええな。壁の厚さ的にドア相当分厚いと思うけど力持ちさんがいたんだね。じゃあざっと探索。こっちはさっきの幽霊みたいなやつが進んだ方やないから何もないと思うで。その通りでした。ほな進もうか。またドアが外されてるのが見える。むむ、ここの壁、妙な境界線がある。わからん。わかって。入れない謎の部屋。ジャンプできたんかこいつ。しゃがみもあるよ。優秀な主人公やな。さて次のお部屋は？今までの部屋より広いな。黒板は小さめだけどね。お、コレクトアイテム。 4個目や。全部集めたら願いでも叶いそうだよね。なら玄関の鍵でも開けてもらおうな。今日は学校のチャイムが鳴らなかった。教室には誰もいない。でも椅子は散らばってる。チョークの粉が空中に漂ってて、動かない。先生、どうして私はまだここにいるの？みんなはどこに行ったの？最初に、すごく熱くなった。それから天井が落ちてきて、いろんなものが壊れた。私は走った。いや走ろうとしたと思う。今は私が廊下を歩いても音がしない。窓の外を見ても、外の景色は変わらない。誰にも私の声は届かない。家に帰れなかったことをママは怒るかな？私は毎日チャイムが鳴るのを待ってる。きっと帰れるかもだから。でも私は、もう学校は終わらないんだろうなって思ってる。あの日、俺がここにいたかもしれない。姉さんの代わりに俺が行けばよかったんだ。姉になんかあったんか？クソがよ。優しい驚かせ。なんで襲われてるんだろう。これまでのメモ書いてたやつが連れてけってきてるんかな。開けないな。鍵を探さなきゃ。さっき見た絵で顔に血がついてたのが姉だろうし、行方不明になったか、7人の命を落とした子のうちの1人とかかな。主人公の言い方的にこの場所知ってるみたいやし、なんか関係あるわな。で、鍵が見つからないから全部屋見て回ってる。おう、集めるやつ置かれとるやん。取ったら壁に何かが流れるとかじゃないの？外見ろ、何か書かれてたで。いびっしりだ。やびっしりではない。ここから出してとか閉じ込められてるとか書かれてる？文字が書かれたこと自体が不気味や。何してあげればいいんだろう。振り返るな的な実績？なら振り返るなら、やるなはやれでしょ。鬼の暗さにされたんやけど。でも手持ちのライトはまだついてるっぽいよ。もしかしてやけど薄暗かっただけで電灯ついてたんかな。なんかよくわかんないけど普通に戻った。家族のパワーか？なんかある。6桁のナンバーロックでも鍵でもないんか。何か持ってこいとか？太陽も狼も木もないんやが、それは丸はあったみたいな言い方だね。丸くらいどこにでもあるやろ。あった覚えないけどな。ここか？さっき違和感あるって言ってたとこやん。扉が現れるとは思ってなかったよ。隠し教室。厳重やったから校長室とかやと思ったけど普通やな。何か大事なものでも隠してあるのかも。隠してないけどあったな。結局何なんだろうねこれ。ルーカス、私の弟、ここまで来たってことはまだ探してくれてるんだこね。れは俺の姉さんの名変わら前。ないね。火は早かった。意味がわからない。炎がまだ生きてるのか？全てを飲み込んでいく中で私は叫んだ。でも誰にも届かなかった。息ができなくなるまで窓を叩いた。それでも最後にあったのは沈黙だけだった。痛みよりも一番辛かったのは孤独だった。その瞬間に私はあなたを思ったの。一緒に過ごしたほんのわずかな本当の思い出、それだけが私に残された全てだった。ママ、
パパ、あの人たちは私たちのそばにはいなかったよね。私たちはいつだって二人ぼっちだった。彼らにはいないみたいにされてた。でもあなただけはちゃんと私を見てくれてたよね。時々すごくあなたが恋しくなる。でもね、この場所では誰かを恋しく思うことさえだんだん辛くなってくるの。あなたの重荷にはなりたくない。だからあの日あなたが一緒にいてくれたらなんて言わないの。ただね、誰かが私の手を握ってくれていたなら、もしかしたら何かが変わっていたかもしれない。もしこの手紙を読んでくれたのなら、私は今もここにいることを知っていてほしい。ただちょっと違う形だけどね。自分を大切にね。あなたらしさをなくさないでね、リリー。ここで火事があって亡くなった子はここに囚われてる感じ？主人公の姉のリリーってのもここで亡くなったんか。メモ的に悪霊っぽくないけど、この辺りで続出してる失踪事件を考えると悪霊なのかな？これまで読んだメモに悪い印象なかったけどな。虫まかれた？メモを書いてから時間が経ちすぎて悪霊化してるとか？ふむ。よかろうが悪かろうが霊は成仏させたれ。そうだね。鬼暗くされたけど道は把握しとるし、やることも分かってるから別にいいで。ここに黒板なんてあったっけ？なかったと思うけど気にせんでナンバーロック開けに行け。承知。お、鍵だ。ほなここからかなり遠い部屋行こな。7人の子供の写真がなくなってる。これから順番に出てくるから倒すのかも。幻覚だったとか床に落ちてるとかであってくれ。この奥の右中にかかってた部屋や。行け。なんです？子供の悲鳴かな？何もない部屋？明かりだけはあってくれ。ここから出してくれ。ルーカス、君は大事なことを忘れている。待て、どうして俺の名前を知ってるんだ？どこにいる？周り警戒はしておこっと。僕たちは見えないよルーカス、忘れ去られた存在だから。だからこそ彼女のことは忘れちゃいけない。彼女、誰のことだ？君たちに何があったんだ？彼女は君にとって何よりも大切な存在だったはずだ。どうして思い出せないんだ？今一瞬壁に出たのがリリーか？どうだろう？そうかも。それはリリー、俺の姉さんリリー。恋しいかいルーカス、なぜ君は彼女を死なせてしまった？俺がもっと強ければよかった。こんなにも無力で、こんなにも弱い自分が嫌になる。全部君のせいだ。なんで？本当になんでや。というかこの話しかけてきてるのは誰なんや。苦手なタイプの音する。何してる音なんや。ルーカス、なんでそんなに悲しいの？なんで弱いのに強いふりをしているの？だって弱いままでいたらまた大切な人を失うかもしれないから。俺の人生であんな風に俺を思ってくれた人なんて他にいなかったのに。ちょっと感情が重そう。姉に対する感情はそういうもんやで。義理ならわかるけどルーカスはどうなんだろう。なあ、聞いてる？煽るだけ煽ってどっか行っちゃった？思い出せってのと覚えてろって話やから煽られてはない。何か貼られてる？暗いんやけど文字読めるか？ウエストブルックの悲劇、7名の若い生徒を失う。水曜日の朝、ウエストブルック高校で大規模な火災が発生し、学校生活は悪夢と化した。火元は屋上付近とされ、炎は瞬く間に校舎全体へ広がった。校内には約250名の生徒と教職員がいたが大半は無事に避難。しかし出火場所付近に閉じ込められた14歳の生徒7名は逃げ遅れ、命を落とした。消防による懸命な消火活動が行われたが、校舎は甚大な被害を受けた。その後の報告によると建物の老朽化や古い電気設備が火災の急速な拡大の一因となった可能性があるという。正確な原因については現在も調査が続けられている。この悲劇のニュースが広まると、家族は駆けつけ、学校は悲しみと混乱に包まれた。ウエストブルックの街中は静けさと悲しみに満ちていた。街全体が言葉では表せないほどの喪失を悼んでいる。町当局は犠牲者を悼む追悼式を行うと発表。学校側も生存者への心理的支援を実施すると表明した。この惨事は7名の若い命を奪っただけでなく、町全体に深い傷を残した。成仏できずにここに囚われとるんやな。校舎取り壊すべきだったね。人の心は持て。取り壊して追悼し立てれば幽霊として居つくこともないし、町の人も忘れないでいいかなって。よくはないわな。出口の方に目も見えたで。7個集めるやつの最後かな。考えてみたら火事の犠牲者の数と同じやけど何か意味あるんかな。全てが単純でただ幸せだった、そんな時間があったことを覚えてる。小さな世界だけど、それでも笑い声を詰め込むには十分すぎるほど広かった。
姉さんと過ごすすべての瞬間がおとぎ話の中にいるみたいに感じられた。小さな足音、おもちゃの音、弾けるような笑い声。今でも頭の中でそれが響いてる。ああ、俺たちの親。彼らはいつも忙しくて自分の生活に追われていて、俺たちの声なんて届かない場所にいた。でも俺たちにはお互いがいた。彼女は俺のヒーローで、秘密を打ち明けられる相手で親友だった。転んだ時、いつだって手を貸して立ち上がらせてくれた。怖くなった時、駆け寄るのは彼女の腕の中だった。ある日、俺の体は限界を迎えた。ひどく体調を崩し、話すことも動くこともできないほど弱った。その俺のそばに彼女はいてくれたんだ。俺の髪をそっと撫でながら、大丈夫よ、と囁いた。彼女の声、彼女の瞳がどんな薬よりも癒してくれたんだ。でも彼女は健康だったから学校へ行かなきゃいけなかった。あの朝のことは今でもはっきり覚えてる。ドアから出ていく前に彼女は振り返って最後にもう一度手を振った。あの笑顔はあの時思っていたよりもずっとさようならに近かったのかもしれない。電話が鳴った。あの音は忘れることができない。悪い知らせはすぐ届くって言うけど、本当にあっという間だった。リリー、俺の素晴らしき姉は、あの校舎の火事で帰れなかった。あの瞬間、俺の世界から光が消えた。何もかもが意味をなくした。俺はあの記憶を埋めた。姉の笑顔も笑い声も。一人で生きていくために心の奥の誰にも届かない暗い場所に埋めたんだ。重荷に耐えきれなくて、誰かの重荷にもなりたくなくて。最後の方で一気に激重話投げつけてくるの好き？ルーカス、私の弟。外出れるんかい？敷地内だからかな。リリー、君なのか？怪我はない。誰かがあなたを傷つけようとして。俺は大丈夫だよ。でもどうしてまだここに？すごく会いたかった。それとごめん、そばにいてあげられなくて。それはあなたのせいじゃないよ。でも今すぐここから出て行って。また誰かがあなたを傷つけようとするかもしれないわ。誰か？俺は君を置いていくなんてできない。もう君を一人になんてしない。全てを背負うなんて無理なの。早くここから出て行って。子や、最後に話せてよかったな。また来れば会えるんじゃない？否定はしきれん。結局行方不明者見つけてないけど戻ろう。そういや、そんな話やったな。行きたくないけど。おじさん、大丈夫？見つけとるやん。アリスか、君の方こそ大丈夫かい？こんなところで何してるんだ？すぐにここを出よう。家族が君のことを探しているんだ。おじさん、何の話をしてるの？私たち友達のリリーと一緒に遊んでただけだよ。よくわかんないまま終わったんだけど。わからんけど最後ゾクッとはした。行方不明のアリスを見つけたからハッピーエンドか？文字が赤いってつながりで X とアリスが同一人物だったとかある？いや、そもそも最初の電話は誰を探せって言ってたんだろう。門を通って敷地内に入ったら不思議な空間に飛ばされてて、門を出て現実に戻ってきたからアリスを発見できたと思っとくで。アリスがリリーと遊んでたっていうのはどう考えるべき？そりゃまあ遊んでたんやろ。よくわからんけどゾクッとしたからよしや。楽しかったからよしってのはそうだね。今回はここまでや。次も姉が活躍するホラーで会おうな。ほなまた。バイバイ。